100キロ以上あるぞっつって。その人差し指やんなお前人差し指声出して太ももが躍動してる。4種目目は長座体前屈です、はい、足をまっすぐ伸ばして座り、両手で測定器をゆっくりと押してどこまで前に届くかを測定します、はい、膝を曲げずに押した距離が記録となり、1人2回行って良かった方が記録となります、はい、柔軟性に自信がある人。これあります。お、これ俺もあります。お風呂で毎日やばい。こうやってやってますから、伸ばして寝るっていう。それはすげえわ。俺昔はなんですけど、足が首の後ろに回りました。ヨガの人だ。昔はね。確かに電気も効かんし、ゴム人間のね可能性もあるもんね、孫さんね。いろんな体勢を地面タイプとか判明しましたから。柔軟性全然自信ないんだよな。いきます。柔らかい。おい、柔らか。すごっ。結構いけてる？確かに。39センチ。はい、すごい。まあ5点です。おお、まあまあこんなもんだろう。結構いけますね。硬いね。23.5。はい。もう限界いって。すごい。40センチ。稼ぐね。いや、ここはもう得意ジャンルなんで。いい。あ、膝は曲げないでね。そうですね。今やり直し？今チート行為。でもここなんだ。多分ついてはいる。47センチ。47センチ。7ポイント。やりすぎた。もう痛いんですけど。嘘だ。お尻をちゃんとつけてね。でもいい。まあまあ来てるよ。お、いいね、いいじゃん。めっちゃいい。50センチ。7ポイント。嘘。本気出しました。そんな50も伸びてるように見えなかったんだけど。嘘。ね、やっておい。やって開けられるんだよ。やってないから。小佐さんやっぱりね、お尻がちゃんとついてます。いや確かに姿勢がやばすぎる。姿勢がいい。あそこ絶対つけられなかったっすよね。うわ、すごい。これはすごい。綺麗。55センチ。55センチ。8ポイント。いや、しっかり仕事するやん。もう一回やりたくなってきた。ちょっともう一回やりたい人は。これ1人2回できるんで。あ、そうなんだ。ちょっともう一回リベンジしたい。じゃあ全然空いとるもんね、小佐君。全然ないじゃん。いや俺これ限界っすよ。いつもこう腰が多分なってる人はつけられない。じゃあ俺だ。じゃあ俺いきます。絶対無理だ。あ、でもさっきよりいいんじゃん。29。29。3ポイント。やったー。1ポイント増えた。やりのく。じゃあ行きます。 1回目よりもそもそも記録が伸びやすいかも。確かにね。1回目走ってるから。そっか。俺もやっとこうかな。確かにこれ2回目やった方がいい。あんまりなんかあれ孫さん。孫さんあれ、記録35減りました。減るって静かに。おお伸びてる。40ピッタ。お尻大丈夫ですか僕？いやもうちょいいけそう。もうちょいいきます。はい。足短っ。孫さん。今のちゃんと撮っといてカメラ。今のは使った方がいいね。差別ね、すごい。可愛いですね。ね、可愛いよね、だいぶね。ちょっと可愛い。だいぶ可愛いよ。でも伸びるな。おすげえ。膝気をつけて膝。ごめん、きついわ。43。40は平均であるんやな。ね、それ俺に対するマウンティング。うん、そう。足短いって言われたけど。いきます。はい、姿勢がいいんよ逆に。お、やるやん。すごい。マジ。いってる。50
57。いや素晴らしい。9点い9った点。稼いだね。稼いだ。しばらく見てるとやっぱ肩周りの柔軟性結構これ大事なのかもしれないと思う。確かにな。野球やってたんでね。いきますね。肩甲骨は伸びるか？伸びるか？伸びるか？伸びはけどな。 57。おお9点。 9点。いやちょっとすげえ。交差対戦屈も盛り上がれるな結構。一番面白いわ。 5種目目は立ち幅跳びとなっております、助走なしでその場から両足で同時に踏み切りできるだけ遠くへ飛びます。踏切線から着地点までの距離を測定し1人2回行って良かった方が記録となります。なるほど。瞬発力に自信がある方、ここでですよ、ついにこれはもうあれですよね。どこまで飛んでもいいんですよね。確か260。いやさすがに無理だ。にね。160。怪我しないように。はい。はいあのこれ確かに結構危ない。これ結構リスクあると思いますので早速やっていきましょう。はいはい。はいでもこれでもようやくこそちょっと不利になっちゃう。何ですか？いやいやこれこそでしょ。太もも足見てくださいよ。もう得意分野なん得意分野で逆に気をつけてほしい。逆に逆一番これやりそう。2メーター15。結構飛んどるなでも。うわ結構飛んでる。 2メーター23。おいおおいいね。つま先ちょい出るぐらい。いや出た出てた。つま先が出ちゃダメです。さっき出とったけど。嘘。うん。出とった。ごめんなさい。まあまあそういう風にズルしていくやつだもんねお前。おお。 1メーター95。いやこれきついな。おお1メーター80。うわおお。きつそうだな。いやこれでも分かったのが上に飛んじゃダメ。うん横だね。あ上じゃダメ。あそうなんだ。上じゃねえわこれ。変えるかよ。 1メーター70。はい。いやこれきついな。こそこでいいの。つま先が線のとこじゃない。線の上ですか？上まではセーフらしいです。こっちまで来ないだろうな。全然ちなみにさっきの小作さんこれね。言い過ぎ。マジで。絶対言い過ぎ。マジこれでした絶対言い過ぎ。結構合わせました。いや全然多分宙に浮いてる時間が全然違う。なんかもっ合ってるゼロ。といけそうだな今の。 2メーター17。おお。おお。すげえ長かったっすよ滞空時間。いやちょっと上目に。絶対前だったらもっと全然飛んでた。いやちょっとそれ怖いんですよね。なるほどなるほど。前怖いんだ。本気でいくよ。もうハムがビキってなったらも本気でいく。これ上の方がまだう険度は上に行ってこう優しく着地するみたいな。いい。あどうですか？えぐいぞ。えぐいぞ。すいません。すいません。でちょっと本気出そうかなと。はい。本気ってそういう本気？いやーうまい。すげえ。 2メーター28。おお。おおすごい。お飛んでる飛んでる飛んでる。 2メーター20。あーでも2メーターいくな。わいはバンビや。イメトレわいはバンビや。マイナスだ。マイナス。耐えきれんかった。いや結構良かったのにな。めっちゃ良かったのに。この辺まで。うまい。おおうまいうまい。静か。すごい。あでも頼むな。 96。いやー196か。前に倒れよう。そんな孫さんみたいなことしんないですから。俺素足だからちょっと丸めるから。軽やかに。おお。 2メーター93。まあ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 。ぼちぼち。いやーばすぎる。いやーばすぎる。
すごい。すごいな。いやすげえ全然感触良くないな。やばいやばいじゃん。惜しいはい。すごっ。いやすげえないや今全然時々さんちょっと危ないぐらいのあれに見える。ね気持ちよさそう。なんかあんだけ体育時間長いし、確かにタイムがなかったね。すぐ家帰れそうじゃない飛んでなんかピョンピョンって。いよいよ最終種目でございます。はい。最終種目は 20m シャトルランとなっております。なるほど、ははい。20m 間隔で敷かれた2本のラインの間を電子音に合わせて往復し、次の電子音が鳴るまでに反対側のラインへ到達できた回数が記録となります。途中で1回遅れても次で間に合えば続行となりますが、2回続けて、ラインに届かなかった時点で終了となります。こちらは全員いっぺんに計測していきたいと思います。終わりってどこになるんですかこれって。これ終わりないです。終わりはない。エンド無限レスだから。最後の人が辞めるまで。はい。そう。はあ、なるほど。いやこれさ50回やったらさ、はい1キロってことでしょ。そう。そうっす。やばいよ。確かに50回とかまで行くともうまあまあ本当に走んないと間に合わないです。そうだよね。はい。俺やったことない。そのルールがよくわかんないんですけど、俺シない俺ないャトルランを経験したことがある人、いやもう覚えてない。あるんだ。若手になるのか。だから小座さんがないくて自分があるってことはその間で導入されてるコサコサクはどのぐらい違うの2つしか違う。あ、なるほど。で経験者からすると、シャトルランは終わりっす。マジで終わりですマジで終わりっす。やばい。やばいんだ。その日 1500m 走より全然楽だなって思う。我々の世代はああ、確かに持久走ね。でも 1500m 走はトラックの途中で、はい倉庫の後ろに来る最後の方でそうなんかる人間だけで。そうそうまあバレてめちゃくちゃ怒られてましたけど別に好きにやめられるんであれなんですけど、クラスメイトが見てる中でね、はいはいはいあいつ5回で落ちたぜなるほどねみたいなことになると、回はナメプだろ。いやいやそう、いやまあそのでも抜いちゃうとそういう浮き目に合うんで、女の子にもね。そう女の子うわモテたいとかね。ソキドチャンネル今ね、はい18万人の、はい登録者数はいいらっしゃるんで、はい。そこに向けて体力をアピールしていきたいと思います。そういうことそういうどうやっていきましょう。そういうこと今の普通のチャンネル数のアピールだよね。はいあ、きついな。何それ。あ、これ速くなる合図です。無理っす。無理っす。これもきついっす。4点ライン。4点ラインです。あ、きついやもみんな頑張るな。すげえ。あと1回で5点ラインです。はい、5点ラインお疲れ様でした。はい、お前みたいなやつが一番すごい。本当に点数ゲットした瞬間やめる。次何回っすか。次は43です。よう頑張ったね。すごいな。なんでこんな走れんの。やべえ。あと2回だよ。はい、43。やった6点ラインです。無理。 6点ラインです。死ぬ。あー死ぬ。はい、お疲れ様でした。次のラインは54回です。あー、きつい。死んだ。死んだ。いや、よう頑張ったわ。頑張った。いや、めちゃくちゃすげえ。ギブ。
やっぱ日々運動してるやつがやっぱ残ってますね。すげえ、マジですげえ。トギンスが時々もうきつそうだな。いや逆にな濃さだいぶまだいけてはいお疲れ様でした。8点です。ほい。これ報告すること意味あんのかな。あんま良くないよねこれ。いやでも嬉しいっす。あ嬉しい。走ってる時確かに励みになった。あと1回頑張れるっていうね。あと1回つって言ってで小作さんが辞めた瞬間に根性ねえなと思ってうわ終わってる。もう1回だけやろう。もう1回だけやろうって言ってはい9点です。いけるよ。頑張れ頑張れ。最後いくつですか？最後は95です。 95。ラスト95。さあここまでからいっちゃかっけえなマジで。おう。10点いっちゃあんな走ってられるんや、ね、すごっ。おう。いいねいいね。やっぱ根性なんだろうな、ここまで来ると。なんか小佐さんのプレーの本質を見てる気がする。確かにね。確かに間違いない。すげえわ。 93。ここまでやっぱ我慢できる人間は体力ドットでも、いや俺アスリートだけどみたいなやっぱペース感じるよ。いいねペースいいよ。さあ頑張ろう。95回目ラストです。はい10点ライン。すげえ。まだ行く。やれるとこまですごすぎる。97。すげえわ。マジすごい。これはすごい。すごすぎる。いやーすごい。マジですげえ。 97。心拍203までいっちゃいました。やばすごいな。あ心拍見てたんだ。何キロ？90。 2キロぐらい100は超えれんな。大体2キロ近く今の2キロ近くだね。いやすごかった。以上6種目の競技すべて計測が終わりましたので結果発表していただきたいと思います。時野さん40点、はい40。さん34点、はい孫さん30点、はい30。ガチ君34点、おいはい佐原さん35点、おい佐さん55点。バスすぎ。血抜けじゃん。数値が出たわけなんですがということでこれがどういう評価につながるのか。年齢別ですかね。年齢別でいうと時野さんが40代で40歳の40点なので B ランク B ランクでございます。はい ABCDE、はい、だ B は昨日のティアリストで誰ぐらいやったジュリとかチュンリー豪輝いやいやいやもっいやでもと上よ。 S が一番上だ S のから下よ。これ A が一番上なんで A ランク A プラスラシードだ。ラシードとか。じゃあラシードね。強えな。ブランカとかね。ガチさんと自分が同じ点数で同じ年齢基準なんで、34点でちょうど D です。 D ルークだ。ルーク D だ D プラスだね。 D プラス D プラスです。なるほど。まあ C に上げてもいいかなってところですね。なるほどまあそう佐原が20から24歳で35点だと D でございます。同じ基準になるんだね。一番下じゃなければ全然そういうこと。真さんは？いや40なんで。 40で、 30点なんで。はい。まあ D ですね。あ D。みんな D にはギリギリ D みんなですね全員いる。しがみつく感じね。まあギリギリ。うんギリギリね。小佐さんはえぐいっす。 20歳から24のあれにしても A です。もうなんか A ティアこれ自分の取った点数で大体自分の体力年齢が分かると。木戸さん30から僕は34 30歳。から34あたり。俺はちなみに小野さんは50から50。 50から54。一回りしかもギリギリっす。じゃあ54歳。 54歳。大体54歳。でも自分とガチさんも、45から49歳。佐原もまあまあそこか。45歳ぐらいですね。 50より前のまあ一番幅があるのは佐原くんかな。俺が21の時もうちょい動けたけどね。昔話おじさんマジ言いたい放題きついな。俺が33の時ももうちょい動あけた。きついきついきつい。いやでもやっぱ小佐さんいや半前評端じゃないわ。判以上ですいやすね。ごい。やばさんすごいわ。しましたね仕事を。貯金でやっぱちょっとはい見せられたっすねい。やてか最後のシャトルランいやはそう。ね。えぐいよね。かっこよかっただっね。てかっこよかったトータル55点だっけ？
トータル55点。55ってことは6種目あるから平均9点だよ。えぐいなやばくない？やばい。水準を落とさないようにですね、これから自分の場合は。なるほどね。どんどん落ちてってるところなんで今。あ、そうなの、戻してってんだ。いや、その落ちてってるのをいや落ちていく多分その耐えてる感じなんで。なるほどなるほど。はい。耳悪いんだよ。もう54歳聞こえてないの？耳遠いから。そろそろもう初老がもう孫クラスになるとスポーツテストどころかやっぱ健康診断からまずやってもらわないと。不安がだいぶあります。確かにね。そうですよ。健康診断。それもねずっとやりたいって言ってますから、またはい今度ねお願いできればなと思いますが。いや、すごいっすよ。いや頑張ったね。いや頑張った。体力を使うようなそんなにしてないですか、心配の。でもやっぱ週一の空手ですよ。あれはもう本当に心肺能力限界までやるので、最後のスパーリングとかは。そうなんだ。そうなんですよ。それを週一で続けさせてもらってるのが維持できてるとすごいいうことですね。じゃあちょっと皆さんどうですか、自分のこの結果を受けて今後の取り組みというか。いや、自分はまず柔軟をしようと。長座体前屈芸すぎない？その振れ幅。攻略の話。いや、柔軟はでもしかも一番簡単にできそうじゃないですか。柔軟は厳しいっすよ。あ？なんだ？柔軟9なかったらお前まくってっからな。真央さんはい。どうですか。いやごめんなさい、特にモチベーション湧かないし。まあでもこういう企画に参加してくれてモチベーション自分で上がってないかもしれないけど、どっかでちょっとね潜在意識でまあ確かに。埋まっいやでもてくる。ね、結構ね、もうなんつうのかな、体がね節々やっぱ痛くなったりとかするんで、あとすぐ疲れちゃう。まあこれあんまりちょっとね良くないことかなと思うんで、今よりはやっぱ体力つけたいなと、まあ思いましたね。やっぱね、僕走るの苦手なんですよ、昔から、もう長距離走れんくてすぐ息切れしてきつくなるっていうで、今日もシャトルランが多分一番きつかったんですけど、その心肺能力をねもうちょっと上げたいなとは思いました。それ以外はなんかまあこんなもんかなっていう感じでしたけど、心肺能力とか足腰ですね、ここら辺はちょっとね鍛えるというか体力つけたいなとは思いました。電動切ってみるといいんじゃない。めちゃめちゃ重いっすよ。マジできついっすね。全然違うよね。マジでもう地獄でいやす。坂道とかねきついもんね。普通の自転車よりきついから。シャトルラン走ってる時でやっぱ昔の走ってる時の気持ちになってちょっと気持ちよかったんで。経験者は語る。運動が嫌いってわけでは運動嫌いじゃないの、なんなら好きまであるんですけど、一緒になんか運動できる人間がいたら一緒にまたやりたいなと思いました。いいっすね。あとちょっと心残りなんですけど、一番最初の俺この指がちょっと頭から離れないんですよ。あれということでなぜか韓国横跳びの時ね。シャトルラン何だったのあれ。わかんない。手癖。小指とかだったらまだわかるんですけどね。すごかった人差し指ってなかなか見たことない。シャトルラン走ってる時ずっと思ってたんですよこれ。キモかったよなーって思ったら。気にしすぎだと思うんですよ。何だったんだろうなあれ。まあ頑張ります。まあね、長くね活躍されるでしょうから健康の方も気をつけて。思ったより動けてるなっていうのは思ったんですけど、やっぱ結構格ゲーだけ強くなれれば健康はどうなってもいいやっていうちょっと破滅的な考えにどうしても陥ってしまいがちなんですけど、やっぱ健康で持続可能な競技じゃないと周囲からの理解も得られないと思うんで、確かにね。気をつけないとなっていうふうに。やっぱ顔つきがやっぱちょっといい顔になってますよね。やっぱ動いたから、はい、いつも以上に朗らかな顔で。ちょっとすっきりしてますが。いや素晴らしい結果を出していただいて、我々のモチベーションもね、健康に対するモチベーションもより上げていただけるので本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、これをご覧になっている皆様も運動不足のご自覚がある方もいらっしゃるかもしれません。そういった方々もですね、ぜひスポーツテストとかねやってみていただいて、ちょっとでも健康へのモチベーションを上げていただけたらと思います。そしたら幸いでございます。はい。皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。皆様告知タイムでございますが、真央さんから。いや特にないです。大丈夫です。ありがとうございました。まあ僕も特に配信とね Twitter、SNS の方お願いします。僕も特には大丈夫です。全然ないね、みんな。カットでいいんじゃないかな。しっかりと宣伝させていただいても。もうぜひぜひ。僕鍼灸師の免許とあと CSCS っていう資格を持ってるんで、医療とか医学とかあとスポーツ医科学の知見情報お悩みなどもしございましたら、僕まだ駆け出しなんでいろいろ教えていただければと思います。
CSCS といって全米認定ストレングス&コンディショニングスペシャリストっていうなんだ長い長い長い。CSCS っていうかカウンターストライクじゃなくて。なんかまあそんな感じでここからみんなね、エボジャパンとか、はい CPT も始まっていくと思うんですが、確かにねくれぐれも、健康に健やかに過ごしていくということで、頑張りましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日はこの辺でまた。